この神風の伊勢の国は、常世の国からの波が繰り返し寄せる国。大和のそばの国で、美しい国です。私は、この国に、いようと思います。これは、水仁天皇の御代に、大和姫の御事が、天照大神から受けたご神託です。このお言葉に従って、伊勢の五十鈴川の川上に建てられたのが、皇太神宮の始まりとされています。全国からの崇敬を集める皇太神宮が鎮座する伊勢の国。岩倉ハンター、平津豊が選んだ伊勢の岩倉を紹介しましょう。伊勢の内宮のすぐ近くに岩倉学会が注目する岩倉が鎮座しています。内宮の宇治橋を渡るとすぐに北に進み、小安神社と大山積神社を過ぎて神宮市長を突き進むと小高い森が見えてきます。この森の中に問題の岩倉が鎮座しています。伊勢の神宮には数多くの参拝者が訪れていますが、この岩倉は一般的に知られておらず、参拝する人はほとんど見かけません。地図にも表示されておらず、案内板もありません。岩倉は数個の岩石を組み合わせた10メートルほどの大きさで、その長径は東西方向を向いています。空に向かって突き出た部分は断痕石ではないかと思いますので、この岩倉は男神を祀る岩倉であったと考えられます。矢野健一氏によると、古代からこの辺りは岩井田山と呼ばれて、岩井の社があり、明治の初めまでは祠もあったそうです。さらに、鎌倉時代には、磯部氏が山上岩の社を祀っていた記録があるとのことです。また、皇學館大学も、かつて岩の社があったことを認めています。しかし、現在は、この岩倉にはしめ縄がかけられておらず、祭祀されている形跡がありません。なぜ、この岩倉の祭祀が中止されてしまったのでしょうか。祀る人がいなくなり、自然に忘れられたのでしょうか。ところが、忘れられてはいないのです。伊勢の神宮の式年遷宮は、20年に一度宮所を改め、社殿や神宝などすべてを一新して、狼を新しい宮にお移り願う、神宮最大のお祭りです。この式年遷宮は、33に及ぶ祭儀で構成されていて、祭儀は、遷御の8年前から始まります。その最初の祭儀である山口祭は、なんと、この岩倉の前の広場で行われるのです。このような重要な祭りが、この岩倉の前で行われている事実は、何を意味しているのでしょうか。山口祭は、遷宮の造営にあたり、御用材を伐採する三曽間山の入り口に住む神を祀り、伐採と搬出の安全を祈る祭りです。さらに、この深夜には、真の御柱の御用材を伐採するに際して、木の元に住む神をお祭りする、この元祭も行われます。真の御柱は、御正殿の中心に建てられる特別な柱で、忌み柱、天の御柱、天の御計の柱などと呼ばれています。この真の御柱は、20年後に、御正殿が隣に遷宮した後も、唯一、その場に大屋を建てて隠され、40年間鎮座し続けます。真の御柱の形や祭事は、ひときわ秘儀とされています。また、伊勢の神宮では、1年間に1500回のお祭りが執り行われていますが、最も重要なお祭りは、6月と12月の月並祭と9月の神並祭です。そして、そのお祭りの中心は、雪の夕べの大御家と雪の明日の大御家です。この時、神官ではなく、道女の手で、御正殿の床下の真の御柱の前に、大御家が捧げられます。真の御柱は、男神のシンボルであり、天照大神とは関係なさそうです。このようなことから、
天照大神を祀る小歌井神宮の祭祀の奥底には、真の御柱への祭祀があり、これは、天照大神を祀る前の地主神への鎮魂を意味しているのではないかと思います。20年に一度行われる山口祭についても、地主神が降臨するこの岩倉に対して、鶏などの生贄を捧げて、天照大神をこの地に祀る許可を得る神事が、密かに繰り返されているのではないでしょうか。また、武部正俊氏は、この岩倉が、正宮の真北600メートルに位置しているため、正宮の参拝者は、この岩倉を拝んでいることになるのではないかと指摘しています。私たちは、伊勢の御正宮の前に立ったとき、何に対して感謝と祈りを捧げているのでしょうか。